こんにちは。伊豆の暮らし、犬との暮らしのひろこです。まずは1月末に無事引っ越しが終わりましたという報告をさせてください。私は2025年の1月に神奈川県から伊豆の方に引っ越してきたのですが、予期せぬ出来事の連続の末、秋頃に突如としてカフェをオープンするっていう決心に至り、それに伴う引っ越しを先月しました。カフェ用の物件を借りずに自宅兼カフェ店舗にした理由は主に2つあって、1つはおうちカフェを作りたかったっていうのがあります。インスタのハッシュタグでたびたび使っていたりするおうちカフェというワードを現実のものにしたいなと。そうすることでいらっしゃるお客様がまるでお友達のお家に招かれたような、そんな気持ちでくつろげる空間にしたかったんです。そしてもう一つは、移動の時間と労力を削りたかったという理由がありました。自宅と店舗が分かれていると気持ちの切り替えにはいいかもしれないんですが、移動をするっていう行為は地味に面倒で時間のロスが発生するんですよね。思い立った時とかちょっとした空き時間に仕込みができるっていう自宅兼カフェ店舗の方が自分の生活リズムともマッチしているなと判断して、それが可能になる物件探しをしばらく続けていました。物件探しを始めて一番最初に見つけたのは、以前はカラオケ喫茶として使われていた居抜き物件で、写真で見る限りではログハウスみたいで建物が可愛かったし、駐車スペースも数台分あって悪くないなと思って、すぐに不動産屋に問い合わせたんですけれども、ペット不可ということであっけなく内見をする前に NG になってしまいました。次に目をつけたのが、完全に店舗用として貸し出している物件で、伊東駅から徒歩5分という立地もいいなと思ったのですが、ちょっと予算オーバーだったのと、お風呂がなくて住宅として利用するのは若干不便そうだし、そのお風呂がないのは近所のお風呂屋さんとか、例えばジムとかのシャワーとか使えばいいかななんて思ってたんですけど、その物件は1年くらい借り手がない状態だったので、今急いで借りなくても大丈夫だろうなと、そんな気持ちで様子見をしつつ別の物件も同時に探していたんです。店舗用物件だとなかなかいいのがなくて、これはもう住宅用の物件をカフェとして利用させてくださいとお願いした方が早いかなと思って、この頃からは住宅用の物件だけを見て、ペット可かどうかとか
とペットダメでも交渉の余地はありそうかとか、そんなところをチェックしながら探していました。物件って本当にタイミングが全てで、ない時は本当にないんですよね。時間だけが過ぎていって、もういよいよ動き出さないと、春にオープンしようと思っているカフェ難しそうだぞと思って、12月にようやくね、その伊東駅から徒歩5分の店舗用物件の内見を申し込んだら、なんと絶妙なタイミングで不動産屋から一件申し込みが入りましたと連絡を受けたんです。1年も放置されていた物件が私と同じタイミングで目をつけていた人がいたんだ。それがすごい面白いなと思って、借りれないのは残念なんですが、これは私向きの物件ではなかったんだっていうね、神様からのお告げなんだろうなとあっさり諦めて、一つ頭の中でぼんやりといいなと思いつつも見送っていた住宅用の物件を思い出したんです。それが今回引っ越してきた物件でした。伊豆高原という場所でペット可の物件で、伊東市内で貸し出している物件の中では比較的築浅の申し分のない物件だったので、ダメ元で見てみようと思ったんですね。内見だけしてみて、よかったらその時にカフェのことを打診してみようと思って、多分ダメだって言われるだろうから説得できるねプレゼン資料を私は作って持っていきました。私がこういう思いでこういうカフェをやりたいんですっていう複数ページにわたったプレゼン資料をプリントアウトしてバッグの中に忍ばせて内見をしに行ったら、リビングに入った途端に、もうここで私カフェやるなって思えたんですね。自分がここでカフェをやっている姿をすぐに想像できたんですよ。私ここでやりたい、ここ借りたいって思って、担当してくださった不動産屋の人に、私ここでカフェをやりたいんですってお話をしたら、その方があらいいんじゃないってすごいあっさり言ってくれて、で特に私プレゼン資料を見せる必要もなく貸してくれるっていう話になったんですよ。大丈夫なのこんなカジュアルでって内心思いながらも、でももう余計なことは言わないでおこうと思って、それで申し込みをして、で申し込みをしても借りれるかどうかは審査次第なので、2日ほど審査待ちを悶々としながら待っていて、無事に OK をもらった時は本当にほっとしました。2025年に私が改めて学んだというか感じたのは、物事っていうのは
その人にとって意味のあることが意味のあるタイミングで起きているんだなということでした。私の場合は仕事のことでかなり悩んだ年だったんですけれども、それもやっぱり本当に自分がやりたいことに気づかせてくれるきっかけだったんだと思うんです。あとは焦らなくても自然と道が開かれていく、それを気づかされました。何でもダメ元でとりあえず動いてみる、その大切さを今回改めて感じましたね。今回は絶対に報告したいなと思っていたのが、私は2025年の年内に YouTube のチャンネル登録者数を1000人目指してますって言った回があったんですが、それが達成できました。イエーイ。本当にありがとうございます。お一人お一人に握手と感謝を申し上げたい気持ちでいます。今年はね、さらに2000人を目指して頑張りたいなと思っています。目標は大きめに。上位も元気に過ごしています。引っ越しの時はいつもだいたい2泊3日ぐらいで幼稚園にお泊まり保育をするんですけれども、今回も当日の朝から預けて2日後に迎えに行って、それで上位は何も知らずに新居に帰ってきて、あれっていう顔をしてましたけれども、でもね、こちらが心配しているほど彼は何も問題視してないというか、もうすぐに慣れますね。そこがすごいなと思っていて、毎回自分のベッドとご飯があればどこでも大丈夫なんですよね。すごく助かってます。今週は保健所の申請を控えています。いよいよカフェオープンが見えてきました。次回の V キャストではそのあたりのこととか、片付けのこととか、お部屋を使っているシーンとかお見せできたらいいなと思っていますので、またよかったら遊びに来てください。今日も見て聞いてくださって本当にありがとうございます。また次回の V キャストでお会いしましょう。